皆さんこんにちは、クリアです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はこちらにありますとっても可愛らしい形のミニバッグのチャームの編み方のご紹介をしたいと思います。今回私は動画ではこちらのものを編んでるんですが、その他のものはちょっと試作で編んだものになります。どんな糸で編んでどんな感じになるのかっていうのを、それぞれ編んでみたんですけれども、まずこちらのご紹介からです。まず使用した糸はプリズムラインの PL1 のベビーブルーという今年に出ました新しい糸ですね。こちらを使用しています。で、これは綿が 87%、ポリエステルが 13% の糸です。30g、69メートルの長さ。で、おすすめの使用針は、かぎ針は 7.5 号針になっています。で、こちら一玉で全然余裕で編めることができます。ちょっとね、間違った部分もあるんですけど、それを使ったとしてもこれだけ残っているので、こちらの方も同じぐらいの残りになっているんですが、持ち手のところがね、これは1本取り、こちらの方は2本取りで編んで、ちょっとね、大きさが違うかなと思うんですね。はい。その、違いもあるんですけど、一玉で余裕で編めることができます。今回はバッグ用のチャームとして編んでみたので、こんな感じでね、金具がついているんですけれども、中のところを開けてみますと、こういった感じですね。何か小さいものを入れたりとか、ちょっとした鍵を入れたりとかするのにはとっても便利なものかなと思います。はい。このね、模様編みもすごく綺麗に出ているかなと思うので、良ければこちらの糸、一玉余っていれば編んでいただければなと思います。で、中のところこっちは100均の底板余ってると思うんですよね。半端なものが。それをですね、小さいので小さくカットして、ダイソーさんに売ってある強力、布用の両面テープか。それをピタッと下のところに貼って動かないようにしてあります。っていうのが、試作で編んだのと、今回編むのですね。で、こちらの方もご紹介させていただきますと、これはセリアさんのものになるんですけど、使用したのはカラーナンバー1番で、法定表示はこちらですね。すごく細い糸になるので、メートルも長いし、内側と外側から出して2本取りで1回編んでみたんですけど、ちょっとそれでは足りなかったので、これでもしも編まれる方がいらっしゃったら、これは2玉ご用意していただいて編んでいただいた方がいいかなというものです。またこれはね、後ほど詳しくご紹介はしていこうかなと思います。で、3つ目ですね。これがダイソーさんのマクラメヤンで編んだものになります。すっごくしっかりしていてもカチッとしているので、ダイソーさんのマクラメヤン1玉だけ余ってるっていう方かなりいらっしゃるかなと思うんですけど、それで1玉ですごく可愛いバッグが編めますので、よろしければ編んでいただければなと思います。で、今年出たものは、これは877番のビスケットベージュになるんですけれども、ポリプロピレン 100% の 35g、45メートルの長さの糸です。で、かぎ針は5号針ということで、5号針も全部編んでいるので、5号針でカチッと編めるというものになっています。はい、こんな感じで、これはね、それぞれこの、つけた金具っていうのは一緒なんですけど、これだけちょっとね、違う仕様にしてみました。これもね、ちょっと後でまたご紹介したいと思います。それから今回使用する道具、それからパーツですね。こちらの金具はこちらになります。で、全部100均で揃えれるんですけれども、まず最初ですね、この金具で留めているもの、これはカシメを私は今回使用しています。で、ネットで見たり、店頭で見たりとかしてみたんですけど、片面のカシメタイプがちょっと見当たらなかったんですね。で、9ミリのこの頭のところと、この部分ですね。こういったものと、で、足のところ、こういった感じでね、これは8ミリですね。のものがこうなっていて、で、これで上と下のところをこうはめてカチャッとするだけでできるという簡単なものになります。ここのところを見ると、これが頭のところで、これがこんな感じで下のところをはめて、間がここちょっと空いてるので、このところにボタンの要領でこうつけるという感じにできています。で、店頭にはなかったんですけれども、ネジ式のカシメっていうのが売ってまして、4ミリタイプ、6ミリタイプ、10ミリタイプっていう感じで分かれてて、6ミリか10ミリぐらいだったら同じような感じでできるんじゃないかなと思います。なので、よろしければそのカシメで試していただくか、もっと他に簡単にこういうね、スナップセットとか、これもダイソーさんです。ありますし、あとその他にマグネットホックもありますので、でもこれはね、一つしか入ってないので、これをするぐらいだったら、こちらの方が
お得かなと思うので、こういうタイプのものでしてみてください。で、これは、一つ穴を開けてね、ここのところしてるんですけど、こういったホックとか、タイプですね、スナップボタンとかを使う場合には、そのまんま細編みで編んでいっていただいて、縁を仕上げるという作りにしていただいたらいいかなと思います。カシメとかの場合は、ここを一つね、開けていただいて、この穴の場所でボタンが通るようにしていただかなきゃいけないので、っていうのがこのカシメの部分のボタンのところですね。で、それからこのナスカンのこのパーツをつけるのにつなぐ金具ですね。これが丸カンになります。これはセリアさんに売っている50個入っているタイプのものになります。50個入りのもので、3種類大きさがあって 8mm、10mm、12mm と輪っかの大きさが違うんですね。こんな感じで入れて、その上にこれもセリアさんで購入しましたナスカンパーツ4個入りでしております。で、それから、このバック底板っていうのを引いて、ちょっとしっかりなるようにしております。で、それがセリアさんのバック用の底板っていうものを私は使用しました。強力布用両面テープっていうのを貼って、中のところにペタッと貼ってあるというものです。ちょっとね、こういった感じで貼ってあるんですね。強力なので全然取れないですし、これをひっつけとかないと両面テープで浮き上がってくるので、やっぱりテープとかでつけた方がいいかなと思います。これがあるとね、しっかりするのと、こっちはね、何もしてないので、ぺたんこという感じですね。それからダイソーさんのマクラメヤンで編みましたこのバッグの方はちょっと違う仕様にしてみたので、こちらの方はね、パールストラップというものをセリアさんで購入したものを使用しました。で、これは全長23センチのパールストラップになっています。で、今も売られてると思うんですけれども、もしもなかったら申し訳ないです。もうこういうものを私は使用したのでご参考になさってみてください。で、このボタンは、これもね、セリアさんのものになります。これに合わせるような感じでパールのボタンを使用しました。で、中のところはこれスナップボタンというかマグネットホックですね。これもセリアさんで購入したものです。12mm のタイプのものを使用しております。で、この付け方は、この時と同じなんですけれども、一つ穴を開けて、その穴のところにこのパールのボタンを入れまして、で、パールのところはね、止めてからこのマグネットボタンをつけているっていうだけになるので、こちらの方もね、とても可愛いので、よろしければこちらの方でも試していただけたらなと思います。それから使用する道具はこちらです。まずはダンスマーカーですね。それからとじ針。で、待ち針でちょっと持ち手のところを見るのにこうやって刺してこれぐらいがいいかなって見たりとかしてるので、待ち針2本あれば見やすいかなと思うので便利かなと思います。で、それからハサミと、で、かぎ針は1本ですね。5号針 3mm を使用して、では今から一緒に編んでみてください。今回はこちらを動画で編んでいるんですが、これはプリズムラインの PL1 のベビーブルーで編んでいます。ではまずこちらのダイソーさんのマクラメヤンで編んだ時の底の楕円の目数、スタートの目数と、それから何段編んだか、で、側面模様編みを何段編んだかっていうのですね。それがここに書いてあるかなと思うので、そちらの方をもしもダイソーさんのマクラメヤンで編まれる時には参考になさってみてください。次にこの C サイドで編んだ時の底のスタートの楕円の目数、それから何段編んだか、で、側面何段編んで、で、模様編みは何段かっていうのですね。それがここに書いてあるかなと思うので、そちらの方も参考になさってみてください。ではまず底の作り目から編んでいきます。まず糸端は少し残す程度にしまして、で、結び目を作って、ここから9目鎖を編んでいきます。で、この時も9目編んでるので、同じような感じで9目鎖を編んでいきます。鎖を9目編んできました。で、バッグの底に合わせると9目編んでるので、だいたい一緒ぐらい。で、センチで測っていきますと、これぐらいなので、だいたい5センチぐらいの長さになっています。それではそこは1段目から3段目まで楕円の編み方で編んでいきます。
で、別動画で撮っている楕円の編み方っていう動画があるんですけど、下の概要欄に貼ってあります。そちらをポチッと押していただきますと、楕円の編み方に飛びますので、そちらを見ていただいて一緒に編んでいただければなと思います。で、その動画では、まず鎖を一つ立ち上げて、2目めの下半目に編むって言ってるんですけど、2目めのこの鎖のポコッとしてます裏山ですね。ここにかぎ針を入れて、これで1段目端までですね、裏山に細編みを編んでみてください。で、今一つ編んで、で、マーカーつけとくと分かりやすいので、つけまして、で、このまんま裏山に編んでいくという編み方です。で、また、先ほど言いましたけれども、下の動画がありますので、そちらを見ていただいて、一緒に3段目まで編んでみてください。楕円の編み方で3段目まで編んできました。で、3段編みまして、端から端まで7センチで、上下のところが端から端まで約3センチの長さです。そしたら次から側面1段目です。で、側面1段目はぐるっと一周回し目なしで細編みを編んでいこうと思います。鎖を1つ立ち上げて、根元のところに細編みをまず1目。で、マーカーをつけます。はい。そしたら1つの目に対して1つずつ前段の頭を拾ってぐるっと一周細編みを編んでいきます。ぐるっと一周細編みを編んできました。で、目数は前段と同じで36目のままになっています。それでは次からが模様編み1段目に入っていきます。まずは鎖を1つ立ち上げて、根元のところに細編みを1目。で、マーカーを頭につけておいたら、次からがちょっと変わった編み方をするんですけれども、まずはですね、今この V あります。細編みの足の V。この左の目、ここをね、1本こんな感じで入れます。かぎ針を入れて、次の目がここになると思うんですけど、この V の下のところ、ここにかぎ針を入れまして、これで細編みを1目編みます。これで2目で1模様になります。で、そしたらですね、今これ出してきたところの隣の目、これがね、上のところ、これが3目目になるので、隣の目に細編みを1目。で、また足の左の1本にかぎ針を入れて、隣の目のその下、足のこの V の下のところからかぎ針を出してきまして、これで細編みを1目。この入れているところの隣の目、ここが次の目になるので、ここに入れて細編み1目。で、左の足1本にかぎ針を入れて、隣の目の V の下、ここからかぎ針を出してきまして、細編みを1目という編み方です。そうするとね、この斜めの線とこの V がすごくきれいに見えて、模様編みもこんな感じでね、きれいに見えていきますので、はい。この編み方でぐるっと一周編んでいきます。はい。こんな感じで模様編みぐるっと一周編んできました。で、今、細編みを編んで、一番最後の目が左の目を取って、足を取りまして、次の目の下。ということで、一番最後は下から引き出してきて、長い細編みを1目編みます。で、そしたら、マーカーのところに最後引き抜きまして、キュッと締めて、これで模様編みの1段目終了です。では次2段目です。2段目以降は、まずここ引き抜いたところの一つ左に移動して、そこから編んでいきます。で、今ここが引き抜いたところになるので、その隣のところの目、この斜めに走っているところですね。ここに入れまして、まずは引き抜き編みを1回で移動させます。で、ここから次の段スタートです。鎖を1つ立ち上げて、今の引き抜いた根元のところに細編みを1目でマーカーをつけておきます。そしたら次からなんですけれども、この V の足があると思います。これの左の1本をこんな感じでね、入れます。それから次の目っていうと、この斜めに走っているところがあると思うんですけど、それぞれありますよね。この斜めに行っているところのこの根元、ここにね、かぎ針を入れて、引き出してきて、細編みをこれで1目編みます。という編み方で今度から編んでいきます。で、次、細編みを編むっていうのが先ほどと一緒です。この斜めにちょっと走っているところ、この上の目ですね。ここに入れて、まず細編みを1目。で、V の左の足を1本取りまして、で、次の目のところは、この長くじゃない。ここの斜めに走ってるところ、この根元のところ、ここに入れて、長い細編みを1目。で、細編みがこの部分の上です。
ここに細編みを1目。で、足を拾いまして、左一本に入れて、で、次のこの長い、また長いって言ってる。ここですね。この部分に入れて、細編みを1目。で、またこの部分に入れて、細編み。で、左の足のところに入れて、この部分、ここに入れて、長い細編みを編んでいく。という感じで編んでいこうと思います。はい。こんな感じでぐるっと一周編んでいきます。はい。こんな感じでぐるっと一周編んできました。で、今普通に細編みを編んで、最後は長い細編みで終わっていくんですけれども、それがここになります。ここがどこかっていうと、これ細編みでマーカーつけたところ、ここが引き抜いて一つ移動したところのこの目ですね。そこに V がこう見えると思います。この下のところですね。この部分に入れて、最後長い細編みを編みます。左に1本入れまして、先ほどの場所に入れて、引き出して、これで細編みを1目。で、編めたら最初のマーカーのところに最後引き抜きます。で、ギュッと締めて、これで2段目終了です。では次、3段目です。3段目以降は2段目と全く同じ編み方になります。2段目は1つ左に移動してから始めていたので、同じようにこの斜めに走っているところ、これが一番最初に編むところです。引き抜いたところのその隣の目になります。まずはこの場所にかぎ針を入れて、引き抜き編みでまず1回移動。で、ここから鎖を1つ立ち上げて、根元のところに細編みをまず1目。で、マーカーをつけておきます。で、つけたら左の足1本に入れて、で、次の目のところがこの斜めに走っているところ、ここになるので、この場所に入れて、長い細編みを1目。で、次、細編み編むのが、この斜めに走っているところの目です。この場所に入れて、細編みを1目。で、左に1本入れまして、次のこの斜めになっているところ、この根元のところに入れて、細編みを1目。で、次がこの根元のところの上、この目に細編み。左1本入れまして、この場所の根元に細編みという編み方もずっと一緒になります。この根元を入れたところの上ですね。細編み、左1本で、次の斜めのこの下に細編みという編み方でぐるっと一周編んでいきたいと思います。ぐるっと一周編んできました。で、今は細編みを編みまして、次左の足1本に入れて引き出す編み方になると思うんですけれども、前段と同じで、入れるところですね。これがこの場所になります。ここです。ここにね、V が見えて、ここにちょっと斜めに走っているところの線があると思うんですけど、この場所になります。次だったらここになります。はい。ここに引き抜くんじゃなくて、ここだったらね、今の段になっちゃうので、その下の段です。この場所から入れて細編みを編みます。なので、左の1本にまず入れて、この場所です。ここに入れて引き出す。ちょっとね、最初わかんないかもしれないんですけど、これで細編みを1目。で、最初の細編みの頭に最後引き抜きます。はい、これで3段目終了です。で、次4段目以降も同じような編み方になるので、1つ移動して鎖を1つ立ち上げてから編み方は一緒です。ぐるっと一周編んでみてください。で、最後にこう引き出すのがこの場所になりますね。はい、ちょっとここだけは注意なんですけど、後のところはもうすんなり編めるかなと思います。それにこのプリズムラインの糸はすごくね、編みやすい糸になっているので、もしもこれ一緒のものを使われる方はもうすんなりと編めれるんじゃないかなと思います。はい、こんな調子でちょっと高さが出るまで編んでいきたいと思います。模様編みを14段目まで編んできました。で、14段編んで、模様編みだけの高さでいきますと 5.5 センチですね。で、下までだと約6センチぐらいになっています。で、上の部分で横幅を測っていくと 9.5 センチの大きさです。
でですね、次は、ここで高さはもうこれぐらいでいいかなと思ってやめるんですけれども、縁編みをぐるっと一周していこうと思います。では、縁編みはぐるっと一周引き抜き編みをしていきます。まず引き抜いたところが今ここになっているので、その隣の目に入れて引き出してきて、このループを引き抜く。これで引き抜き編みが1目編めました。そしたら、ここが一番最初のところになるので、マーカーをつけておきます。で、また次の目に入れまして、引き出してきて、引き抜く。で、隣の目入れて、引き出してきて、これを引き抜くという引き抜き編みでぐるっと一周編んでいきます。最後の目まで引き抜き編みをしてきました。そしたら糸端を糸処理できるぐらいに残してカットします。で、とじ針に糸端を通してこの部分をチェーンつなぎしていきます。とじ針に糸端を通したら、まずはこのマーカーついてるところが一番最初のところになるので、この全部の鎖の目を取ります。で、出してきまして、で、出ているところに戻します。で、指でちょっとこんな感じでつなげて、チェーンを作りましたら、これで裏で糸始末をしていきます。はい、こんな感じでなじませまして、で、最後は際でカットします。はい、これでバッグのところが出来上がりました。そしたらですね、次は蓋のところを編んでいきます。それではこれを2つに折りまして、そのままペキッと折ったところ、これを右端で、もう一つの反対の方を左端という風な感じで、目数も何も考えずにそのまま端のところにマーカーをそれぞれつけてあります。で、こちらが引き抜いたところでチェーンつなぎをしたところ、こっちを裏にします。で、こちらの綺麗な方が表という感じで、こっちが表。で、裏のところから糸をつけて編んでいくという風になります。ここですね。引き抜いたところ。で、このマーカーの一つ左隣ぐらいから糸をつけて、で、またマーカーの一つ右隣かここだったら、まで、細編みを編んでいこうと思います。なので、糸をつける場所は、ここがね、今、マーカーついてるところなので、その隣って言ったらここになります。ここから糸をつけて編んでいきます。そしたら、このマーカーの一つ左隣の、こっちのね、鎖を見せたいので、この内側にもう一つね、この目があると思います。これが細編みとか、長い細編みとか編んでたところの目になります。このところ。こっちがね、引き抜き編みしたところになるので、こんな感じでね、引き抜き編みしたところを見せたいので、その奥の細編みとか長い細編み、これを編んでた目を取っていきます。で、まずはその隣、ここになるので、この辺りにかぎ針を入れて、で、糸端は編みくるんじゃいます。なので少し残す程度で大丈夫です。はい。で、これで鎖を一つ立ち上げて、また同じ場所に入れて編みくるみながら、よいしょ、かぎ針の上に乗っけて、これで細編みを一目。で、ちょっと糸端をキュキューと引っ張って、マーカーをつけておきます。そしたら次の目にまたかぎ針を入れて、糸端は編みくるむので、かぎ針の上に乗っけまして、これでまた細編みを一目。で、また隣の目に入れて、糸端を上に乗っけて、細編みを一目。という感じで、このマーカーのすぐ近く、ここまでは細編みを一つずつ編んでいきます。こんな感じでマーカーのついているところのすぐ右隣の目まで細編みを一つずつ編んできました。私はここからここまで17目でした。一旦とりあえずは17目でいきまして、で、また次の段も鎖を一つ立ち上げて編み地ひっくり返したら、この端の目から細編みをまた端まで一つずつ編んでいきます。はい、端の方まで細編みを編んできました。で、こんな感じでちょっと1回ですね。折ってみて、これがここに来るのと、こちらの方もだいたい端の方に来ているので、この17目でいいかなと思います。これでいって、次の段を編んでいこうと思います。まずはですね、鎖を一つ立ち上げて、また編み地をひっくり返しましたら、ここから3段目からが長い細編みになります。で、長い細編みっていうのが、普通だったらもうこの場所に細編み普通に入れると思うんですけど、この足の下のところ、ここに入れて長い細編みを編むだけになるので、
これでまず1つ長い細編みを編みます。で、わからない方はマーカーを頭につけてみてください。そしたら次の目がここになるんですが、その下のところの足のこの下のところですね。ここから出してくるので、ここに入れてまた細編みを1目。で、隣の目もこの V の下のところ、ここから出してきて細編みを1目という感じで、この前段の細編みを編みくるむような形で細編みを編んでいきます。一番端っこの目はすごくね、編みにくいんですけれども、入れてもらって最後、ちょっとね、小さめな方がいいと思います。ここでビヨーンと伸ばすと、ここのところが伸びちゃうので、ちょっと小さめな感じで細編みを編んでみてください。では次、4段目ですね。鎖を1つ立ち上げて、また編み地をひっくり返します。そしたら、ここのところは普通に細編みを編む段になるので、今の最後の目から1つずつ細編みをマーカーのところまで編んでいきます。最後はマーカーのところに細編みを1目編みます。では次、5段目です。鎖を1つ立ち上げて、また編み地をひっくり返しましたら、ここのところは5段目は編みくるみながら編む段になるので、この最後の目の V の足の下のところ、ここから細編みを編んでいきます。で、またわからない方はマーカーをつけてみてください。で、また隣の目のこの V の下のところから細編み。で、またこの V の足の下のところから細編みというような感じで端まで編んでいきます。端まで編んできました。そしたら次の6段目と7段目。ここは4段目、5段目と同じような感じで編んでみてください。鎖を1つ立ち上げて、で、一番端の目、ここから細編みを1つずつ編んでいきます。で、またわからない方はマーカーをつけてみてください。で、端まで編みましたら表に向けて、今先ほどのこの5段目同様に、端の目から下のこのところを出して細編みを編むという感じで長い細編みを1つずつ編んでみてください。6段目、7段目と編んできました。そしたら次8段目で減らし目をしていこうと思います。なので今これ終わった状態でそのままくるっと編み地をひっくり返して、一番最初の目、ここのところにまずは入れて引き出します。で、そのままで隣の目に入れて引き出して、3本を一気に引き抜いて2目一度押します。で、マーカーをそのところの目に、2目一度の目につけておいて、で、こっからはもう1つずつ細編みを編んでいくので、隣の目から1つずつ細編みを編んでいきます。端の目2目残したところまで細編みを1つずつ編んできました。そしたら、このマーカーと1つ手前と2目一度をしていきます。まずは、この場所に入れて引き出して、で、そのままで一番最後の目に入れて引き出します。で、この3本を一気に引き抜いて、これで2目一度ができました。では次9段目、鎖を1つ立ち上げて、で、編み地をひっくり返したら、次は長い細編みを編む段になると思うんですが、長い細編み、最後ね、2目一度したので、この目と、この目、今のこの下の目ですね。ここをね、2目一度して、長い細編みを編んでいこうと思います。なので、長い細編みの入っているこの目と、その隣の目のところ、ここを2目一度します。まずは、右側の目に入れて、引き出す。で、そのままの状態で左の方の目ですね。ここに入れて引き出す。で、ここも3本を一気に引き抜いて、これで2目一度押します。で、マーカーを頭につけておきます。そしたら、ここからはもう同じになるので、またこの V の下のところから長い細編みを1つずつ編んでいきます。2目一度押したところからずっとまた端の方まで編んできました。で、今、この最後の目だけが1目残ってます。で、右の方でもそうだったと思うんですけど、2目一度押したいので、まずはこの目と、それからその隣の目、ここですね。このところを2目一度していこうと思います。ちょっとマーカー取りますね。まずは右の方の目に入れて引き出す。で、そのままの状態でもう一つ左の端っこの目ですね。ここに入れて引き出します。で、3本を一気に引き抜いて、2目一度押して減らし目をしました。では10段目、鎖を1つ立ち上げて、
で、また編み地をひっくり返しましたら、ここからはまた一つずつ細編みを端まで編んでいきます。端まで細編みを一つずつ編んできました。そしたら次の段は鎖を一つ立ち上げて編み地をひっくり返したら、ここからはまた同じ長い細編みになるので、今マーカーついているところですね。ここから長い細編みを一つずつ編んでいきます。で、マーカーを付け替えておいて、そのまま端まで同じように編んでみてください。端まで長い細編みを編んできました。そしたら次の段で真ん中のところでボタンをこんな感じで、つけるとか、これはちょっと違うんですけれども、こんな感じで一目だけ開けて、つけていこうかなと思います。で、ボタンによっては二目開けた方がいいかもしれないし、私はこれ小さいものになるので、こう一目しか開けてないんですけれども、これはね、ご自分のつけれるようなそのボタンの大きさとか、パチパチンってこう止めるもんだったら、ここですね、こういった感じのだったら穴を開けなくてもいいし、これはご自分のものでちょっと調節をしていただけたらなと思います。私は一つだけ開けるので、これは15目あるうちの右から数えても左から数えても8目目のところ、ここが真ん中になるのでマーカーを1つつけました。で、次の段でまた減らし目をしていこうと思います。今長い細編みを編んでそのまま終わっているので、そのままの状態でまたくるっと向けて、一番右の目に入れて引き出す。で、次、また左の目に入れて引き出す。で、この3本を一気に引き抜いて2目一度押します。で、また分かりやすいようにマーカーをつけて、で、そしたらマーカーの隣までは細編みを1つずつ編んでいきます。マーカーの1つ右隣まで細編みを編んできました。そしたらここのところを鎖を1つ編みます。で、このマーカーついてるところは鎖でスキップなので、その隣の目、ここからまた順番に細編みを編んでいきます。端の目を2つ残した手前まで細編みを編んできました。そしたら右同様にここのところも2目一度をするので、まずはこの目に入れて引き出す。で、マーカーのところに入れて引き出して、3目をかけて一気に引き抜いて、2目を1目にします。では次ですね、最終段です。鎖を1つ立ち上げて編み地をひっくり返したら、ここのところも前の時と同じように、このマーカーのところと次の目、ここを2目一度したいと思います。まずはマーカーの場所に入れて引き出す。で、そのままで隣の目に入れて引き出す。で、この3本を一気に引き抜いて2目を1目にします。で、もうこの段で最終段になるので、ちょっとマーカーはね、つけずに外しておきたいと思います。そしたら次の目からはこの下のところから引き出して、長い細編みをずーっと編んでいきます。で、この部分が鎖で穴をね、開けたところになります。このところはここに鎖ができているんですが、その上ですね。この鎖目のところ、裏山とこの鎖のこの間、ここを取って細編みを1目だけ編みます。で、この部分にこう穴が開いてる感じです。で、そこからはまた長い細編みを1つずつ編んでいきます。で、一番最後の目は2目一度をして終わりになります。最後の目は2目一度をしてここで終わりになります。で、表に向けまして、蓋を閉めてみるとこんな感じですね。ここで一度終わりになるので、鎖をですね、1つ編みまして、で、糸端は糸処理できるぐらいに残してカットをします。で、キュッと引き締めて、この糸端はこの細編み、長い細編みを編んだ足のところ、ここにシューッと入れて処理をしてみてください。で、次はちょっとここのところがガタガタしているので、最後に引き抜き編みをして終わろうと思います。端のところを中に糸始末をしてきました。そしたら引き抜き編みをこの表に向けた状態でしていきます。で、これが端っこのマーカーになっているところになるんですけど、そのところではなくってちょっとマーカー外します。この糸をつけたところ、ここに入れて、ここからずーっと引き抜き編みをしようと思います。なので、この場所に入れて、糸端は糸処理できるぐらいに端っこを残しまして、これで引っ掛けて引き出してきます。
で、鎖をですね、もう一つ編んじゃって、これ取り付け分ですね。で、キューッとちょっと引っ張っておきまして、で、次の目から一つずつ引き抜き編みをしていきます。で、ここが細編み一段分になるので、その隣のこの大きな穴が開いてるところ、この辺りに入れて、まずは引き抜き編みを一つ。で、まあ適度にしていただければいいかなと思います。こういった感じで、もう私はね、この穴のところですね。この部分にこんな感じで、ちょっと大きめな細編みにはなっちゃうんです。細編みじゃないや、引き抜き編みにはこうなっちゃうんですけど、それがもう一番手っ取り早いというか、早いので、で、また端まで行って、はい。で、端まで入れたらまた次隣からっていう感じで、もう一目ずつ、こういった感じでもう入れちゃおうと思います。で、また端の方まで行きましたら、ここのところも同じように最後の目に入れて引き抜き編みをして、で、また次はこのところですね。結構飛んでるんですけど、これでまあ角を出すような感じですね。角というかこう丸みが、ここにも丸みがちょっとできてると思うんですけど、同じような感じで丸みを出すようにして、で、またこの大きい穴のところに順番に入れて引き抜き編みをしていきます。で、最後のところは、この端の糸をつけて編んだ最後の目ですね。ここのところに引き抜き編みをします。で、前を見てみるとこんな感じですね。こういった感じになっています。で、そうしましたらここで終わりになるので、こちらの方も鎖を一つ編んで、で、糸端は糸処理できるぐらい残してカットをしておきます。で、できましたら、これもね、糸端はこの中のところにシュッシュッと両方と入れていただいて糸処理をしてみてください。で、これができましたら、次はですね、まだ糸もね、ちょっと残ってるかなと思います。これで持ち手のところを次は編んでいこうと思います。それでは持ち手はエビ編みのコードを編んでいこうと思います。で、糸端はま20センチぐらいもあればいいかなと思うんですけど、私の場合はね、ここにちょっとこれがあるので、なのでこれをちょっと避けつつ、その上の部分、ここに結び目を作りまして、ここから編んでいこうかなと思います。もうちょっと上がいいかな。この部分ですね。無地のところからちょっと始めていきます。で、結び目を作ったら、まず鎖を2目編んで、1目目の鎖の上の半目に入れて、まず細編みを1目編みます。引き出してきて、で、かけて2本を引き抜きます。そしたら、2目目のこの鎖のこの下のところがあると思うんですけど、この部分に次は入れて、引き出してきて、で、かけて次の2本を引き抜きます。で、またくるっと今度からね、向けると、ここに2本ループがあるかなと思います。ここですね。この場所に入れて、で、引き出してきます。このループだけ抜いて、で、かけて次2本を引き抜きます。そしたらまたくるっと時計回りに回すと同じようにここに入れれるところが2本あるので、この場所に入れます。で、引き出してきて、で、かけて2本を引き抜く。で、またくるっと回すと入れれるところ2本があるので、ここに入れて、で、引き出してきて、かけて2本を引き抜く。という感じで、ぐるぐるぐるっとずっと編んでいくんですが、長さはね、ちょっとお好みになるんですね。この時にはね、これぐらいだったんですけれども、これよりちょっと短くてもいいかなと思ったので、まあ、ここはちょっとお好きな感じで、編んでいただいて、で、この場所につけようかなと思うので、待ち針でこんな感じで刺してみたんですけど、場所は、ここが細編みを編んだところで、その下ってこう長い細編みがあると思います。その下の部分ですね。ここに閉じ針を入れて、つけていこうと思います。で、穴がこう開いてあると思うんですけど、場所がですね、ここが引き抜き編みをしたところになります。その隣、こう V がありますよね。この細編みの足。これを1と数えて、2、3、4。で、4と5の間ですね。ここにつけました。
で、反対のところもここが引き抜き編みで編んだところ、その隣のこの部位ですね。これを足を数えると、1、2、3で4と5の間のところ。ここにそれぞれこうつけまして、一回様子をちょっと見てみてください。ここか、もう一つ中か、どっちかだと思うんですよね。で、編んだ長さのこれも、この場所に閉じ針かちょっと取りますね。で、ここの場所になるので、こう下からね、かぎ針を入れて、これ引っ掛けて出してったらすぐに出るので、で、結構中のところにこれをね、ギュッと入れてもらって、ここでこう取り付けようと思うので、それで両方と入れて、様子を見ていただいて、どれぐらいがいいかっていうのを決めていただいた方がいいかなと思います。で、どれだけ編んだかというと、端に合わせまして、だいたい 7.5 センチぐらい編んでます。で、できたらですね、ここのところを鎖を一つだけ編みます。で、糸端は先ほど反対の残したところと同じぐらいの長さに残してカットしておきます。で、抜いて、ここをキュッと引き締めておきます。閉じ針に糸端を通したら、それぞれの場所なので、1、2、3、4と5の間、ここですね。この場所と、あともう一個ですね。もう一つのところも同じような感じで入れておきます。で、一回入れて、ちょっと中の方までこれを出していきます。これぐらいかなっていうところに、はい。出しまして、で、もう一度ですね、再度見てもらって、あ、これでいいかなと思ったら、つけてみてください。で、両方と入れて、これで OK だなと思ったら、片方の方からつけていきます。で、このエビ編みのコードがこうじゃなくて、こっちにこう向いた方が綺麗にこうハンドルがなるので、ここのところをちゃんと整えて、それからね、つけていこうと思います。で、付け方もそのまんまここにこうつけていくだけになるので、こうやってして、まず1回か2回ぐらいちょっとしっかり固定をさしまして、はい、こんな感じで固定をして大丈夫かなと見てもらって、で、それからまたかがって取り付けるという感じにしてみてください。で、糸端はまたこの細編みの足のところにシューッと出していただいたら、端も綺麗に処理できますので、そんな感じでしていただけたらなと思います。はい、こんな感じで持ち手のところをつけてきました。で、そしたらですね、一番最後は、私はもうこの金具をポチッと求めたらもうすぐに終わりになるんですけれども、それぞれご自分のつける方法で皆さんやってみてください。で、私はもうここに穴が開いてあるところですね。ここにこれをこんな感じで来るなっていうのを確かめまして、で、こちらの方をね、こういった感じにしたいので、ここですね。ギューッと押さえて、ここに来ます。このあたり。ここですね。ここに来るので、ここからこれをちょっと入れたらいいだけなんですね。これ簡単なので。はい、ここですね。ということで、これをここにポチッとつけまして、こうはめたらもう取れないので、できたら、この場所にここになるので、はい、こんな感じで留めて、これでバッグが完成になります。で、次はこの金具をつけていくんですけど、これはエビ編みのコードを1本取りでこれ編みました。2本取りで編んでるんですね。なのでこんなに太いんですけれども、これはね、一番この大きい丸カンでしたんですが、これはそこまで大きくないと思うので、適度な感じの丸カン、これを選んでいただいてもね、手でギューッとすれば開きますので、もう力ずくでできますし、で、これを間にこう入れちゃうと、これをですね、今これこんな感じで中に通してこう動かないようにしてあるんですね。で、この間に通しちゃうとスル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 動くので、もう私はこの部分に真ん中のあたりですね。ここにこんな感じで入れまして、で、もうこれで仕上げちゃいます。で、これをここに通して、で、ペンチとか、挟むものがあったらもうしていただいた方がいいかなと思うんですけども、私はもうそのまま手でギュッとして仕上げちゃいたいと思います。はい、こんな感じで出来上がりました。中を開くとこんな感じになります。すごくね、簡単に、一玉で可愛らしい
バッグ型のチャームが編めるかなと思いますので、よろしければ編んでいただければ嬉しいです。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。